こんにちは、シャチパンです。今回は10年使ったら本当にお得になるエアコンについてです。よくお店で上位モデルは電気代が安いんで10年使うと結局お得になるんですよと高いモデルを勧められたことはありませんか？果たしてそうでしょうか？今回は大手5社の全シリーズ計109モデルについて本当にお得になるモデルを調べてきました。それではやっていきます。はじめに本当にお得なモデルというのはどのようなものかについて簡単に説明します。皆さんがお店に行きエアコンを購入した価格、これが初期費用、はじめにかかるお金です。価格は当然上位モデルほど高く、下位モデルの方が安いですね。一方で上位モデルになるに従い省エネ性が高く、電気代が安く済みます。仮に故障なく10年使い続けられたとしたら、トータルで一番安く済むエアコン、これがコスパの高い本当にお得なモデルです。エアコンは非常に多くのメーカーが参入しており、モデルシリーズ数、適用上数も入れるとその組み合わせは膨大な数になります。例えばダイキンでいうとモデルシリーズ数は6つ、上から R、下は E まで多岐にわたります。横軸を使用年数、縦軸をトータルコストで各シリーズ6乗モデルをプロットしてみるとこのようになり、最上位モデルの R シリーズと下位モデルの E シリーズで注目してみると、初めにあった本体価格差14万円が10年後でも10万円となっており、全く相殺できてないことが分かりますね。つまりダイキンの6乗モデルで最もトータルコストが抑えられるエアコンは下位モデルである E シリーズであると言えます。一方でこれが14乗モデルとなるとこのようになり、初めにあった価格差13万円が10年後にはしっかりと相殺され、この場合最上位モデルの方が1万5000円ほどお得ということになります。清掃業者へクリーニングを定期的に依頼すると、上位モデルは自動掃除機能がついている分高くつくことが多いので、この差は逆転することもあるかとは思いますが、このように適用上数によってもだいぶ変わってきます。なお今回本体価格は家電量販店モデルの現価格を参考。電気代は毎度おなじみ基幹消費電力量というスペックから算出しています。条件は東京木造住宅で10ヶ月の期間、夏27度、冬20度の設定温度で1日18時間運転した想定。ユーザーの使用環境でも変わりますので、今回は東京以外にも冬の寒さが厳しく 1.5 倍電気代がかかるとされる新潟と2倍かかる秋田を加えて、ダイキン、三菱電機、パナソニック、日立、富士通ゼネラルの全シリーズ6乗、10乗、14乗、18乗モデル計109モデルをランキング形式で発表していきます。果たして王の座につくメーカーはどこなのか、ベストバイは何なのか、気になりすぎてチャンネル登録してくれてもシャチパンは一向に構いませんからね。ここまで来るとあとは機械的に計算するだけなんでサクサクいきます。まずは6乗モデル。少しごちゃごちゃしていますがご理解いただけると嬉しいです。ちょっと説明し忘れていたんですが、今回はベスト3以外にも不名誉なワースト1も発表していきます。内容は左からメーカー、モデルシリーズ、10年間使用した時のトータルコストとなっており、左から東京、電気代 1.5 倍想定の新潟、2倍の秋田となります。東京近辺にお住まいの方でも設定温度で夏は低め、冬は高めに設定される方は 1.5 倍の新潟モデルを参考にしても良いかなと思います。東京でのベスト3は富士通の V シリーズ、日立の D シリーズ、そしてまた富士通の C シリーズです。シリーズの横にある数字はモデルグレードを表しており、6分の4と記載がある場合は全6シリーズの中上から4番目のシリーズという意味です。一方、最も割高なワーストモデルは三菱の Z シリーズとなっており、10年間使用すると17万円の差です。これだけあればディズニーのホテルに2泊してランドにしゃれ込むくらいできそうですね。新潟、秋田でも順位変動はなく、富士通の強さがうかがえます。これだけですとランク外のメーカーはどうなのかということになりそうなので、
6畳モデルで各メーカーの両コスパモデルも選出してみました。こうしてみるとどのメーカーでも買いモデルが多く、6畳モデルでのトータルコストは買いモデルが良いということが言えそうですね。上位モデルとの本体価格差を電気代で埋めることは難しいでしょう。続いて10畳モデル。もう一気に全部いきます。もし説明が早いってことがあれば一時停止してみてくださいね。東京での相変わらずのトップは富士通の V シリーズ。2位は6畳ランキングでは外れていた三菱の買いモデル。そしてまた富士通の買いモデルです。ワーストは変わらず三菱の Z シリーズ。その他のメーカーでも6畳モデル同様買いモデルが多く、10畳クラスでも富士通の V シリーズは例外としても、その他は全て買いモデルが占めています。新潟、秋田となると富士通の上から3番目のダブルシリーズが食い込んできます。富士通はだいぶコスパがいいですね。トータルコストは新潟、秋田ケースとなると V シリーズが2位を3万円も離し独走状態になっています。一方ワーストもここで入れ替わり、ダイキンの MX シリーズが人知れずランクインしてきます。総じてここでも買いモデルが上位を占め、上位モデルのランニングコストの恩恵は見えてきません。次に14畳モデル。ここから200ボルトのモデルに絞っていきます。そろそろ上位モデルの名前が拝めるでしょうか。結果はこうなります。ここまで来ると新しい顔ぶれもありますね。トップは相変わらず富士通で、先ほどもランクインしていたダブルシリーズ。なお6畳10畳モデルトップだった V シリーズは14畳モデルで200ボルト展開がないので繰り上げのような形となりました。さて2位はここまで存在感のなかったパナソニック。上から2番目の X シリーズがここに来てランクインです。3位はついに来ました。日立の最上位モデルの X シリーズ。日立の場合この辺りで最上位モデルの省電力が生きてきます。ところでパナソニックと日立のシリーズ名が X で同じなのにモデルランクが違うの分かりづらいと思った方もいらっしゃるでしょう。でも安心してください。 X は実は三菱富士通にもあり、すでに X の大渋滞起きています。さてワーストは変わらずダイキンの MX シリーズがランクイン。その他のメーカー内ではダイキンが上から2番目の A シリーズ、三菱では上から3番目の X シリーズのトータルコストが良いです。14畳クラスともなるとトータルコストが良い中位以上のモデルが登場してきており、ここまで来て初めて本体価格差を電気代で相殺できるモデルが出てくると言えるでしょう。新潟、秋田では順位変動はあれど相変わらず富士通のダブルシリーズが強いです。ワーストは日立の上から2番目のダブルシリーズが新登場。最上位モデルの X シリーズはランクインしているのに、上から2番目のモデルのコスパは悪いなんて何とも言えない結果ですよね。トータルコストの差もここではまさかの27万円と、ハワイ3泊旅行に行けるぐらいになってきたでしょうか。最後に18畳クラス。富士通はこのまま逃げ切れるのでしょうか。結果はこうなります。ドン。はい、富士通強すぎました。東京、新潟、秋田で富士通のダブルシリーズがトップでランクイン。その他途中何回も顔を出してきた富士通の V シリーズであったり、パナソニックの X シリーズ、日立の X シリーズの他に、ここでも新顔の富士通の Z シリーズと、もう富士通はいいよって感じなんですが、全体的にコスパの良いモデルが多いですね。一方、ワーストはダイキンの MX シリーズ。ここでまさかの逆返り咲きを果たし、このモデルはコスパが悪いですね。その他のメーカーでは、ここに来てダイキンの買いモデルである E シリーズが再度ランクインしたのには驚きましたが、新潟、秋田では最上位の R シリーズが、三菱は上から3番目の X シリーズ、日立は最上位の X シリーズがランクインとなりました。最上位モデルが登場したのは日立と、最後にちょろっとダイキンがといった具合なんで、ことコスパという観点に絞ると、三菱、パナソニック、富士通の最上位モデルを選ぶくらいなら、他のモデルの方が良いケースも多いでしょう。最後に簡単にまとめです。まず富士通の V、W シリーズが全体的にコスパが良かったという印象でした。他社より一つ抜き出ています。
それから上位モデルの省電力が生きてくるのは14畳以上でした。それ以下の場合は下位モデルの方がよく、10年使えば元が取れるというのはいささか語弊があるでしょうか。今後量販店の店員や YouTuber などがそのような説明をしていた場合は、一体何畳モデルのどのモデルのことを言っているのかと逆に質問してみても良いかもしれません。そして14畳以上のモデルでコスパが良いのは上から2、3番目のクラスという傾向がありました。最上位でランクインしたのは日立の X シリーズくらいで、大きめのモデルであれば狙い目はこの辺りなんだろうなと思います。なお、今回はエアコンのクリーニング代は加算していませんので、ここらを定期的にやられる方はそれらを加味して判断する必要がありそうなのと、本体価格は時期やお店の値引きによって変動するものなので、この結果はあくまで一つの目安として捉えていただけると嬉しいです。さて、今回はあえてコスパにだけ注目してランキングを作ってみましたが、いかがだったでしょうか。10年も使うと結構大きな金額差になって驚いた方もいらっしゃるかもしれませんね。今回の動画はここで終わりになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね